お嬢様、お怪我はありませんか？どうかしたんですか？ぼーっとしてたみたいですけど。パーチェさんですか？見てませんけど。食堂にいるんじゃ。棍棒の部屋は？それじゃあ、リストランテとかバールとか。とにかく食べ物屋さんですよ。外に探しに行ってみてはどうですか？あ、もしかして。お嬢様、パーチェさんのことを考えてたから、前が見えてなかったんですか？あらあら、恋は盲目とは言いますけど、そんなにまで？やだ！好きな人のことで頭がいっぱいなんて、羨ましい。今日ここへ来たのはね、礼を言おうと思ってなんだ。礼？これはまた唐突だ。一体何の？クラリッサに再会したから話を聞けた。あの後手厚くもてなしてくれたみたいで、ありがとう。あなたの頼みだからやったまでだ。礼を言われるほどのことではない。それ以上に、私の方こそ驚かされた。クラリッサの賢明さに？それもあるが、聞けばあの娘とあなたは、あの日が初対面。なのに親切にも橋渡しを引き受けてくるんだから、あなたの人の良さには恐れ入る。困ってる人は助けたい。それが俺にできることなら力を貸すよ。当然じゃないか。あなたという人は。用事はそれだけなんだけど、わざわざ時間を割いてもらったし、いい機会だからお前に聞いてみたい。いいかな？私に答えられることであれば。クラリッサの勤勉な様子からふと思ったんだけど、お前も領主になるための勉強を熱心にしているのか？何を今さら。していないはずがないだろ？それって長いこと時間をかけないと学び取れないものなのかな？1日2日で習得できるようなら、私はとっくに領主に慣れている。だよな。無論、簡単なことではない。だが本人が努力すれば不可能ではないだろう。学びの期間など個人差があって当然。たとえ短期間でも成し遂げられる人間はいるだろう。そっか。領主見習いとなることに興味が湧いたのか？以前よりはくらいかな。その程度か。ただ、貴族に対する意識は徐々に変化し始めているよ。貴族なんてまともな生き物じゃない。おい！って前は思ってたんだ。でも今は違うよ。口先で否定するだけなら誰でもできる。貴族が嫌だって言ってるだけじゃダメだ。そのままにしておいても何も改善されない。中に入っておかしいところを変革していくべきなんだ。古いやり方やしがらみに凝り固まった世界だ。変革は容易ではない。でも誰かがやらなきゃ。少しでもいい。みんなの不満を解消できるような影響が出せるなら、俺はやってみようと思う。
あなたの貴族復帰は誰もが望むところだ。私自身、自分よりあなたの方が領主に向いていると思う。無理して持ち上げなくていいさ。無理はしていない。ただ、そう認めることに長らく抵抗があった。私は次期領主となるよう母から言い聞かされて育った。そのつもりで努力をしたが、あなたの方にその器があることに気づいてしまった。恥ずべきことだが、嫉妬めいたものから私はあなたの属するファミリーに対して失礼な態度を取ったこともある。それは俺も許せなかったよ。でも今思えば羨ましかっただけなのか。あなたは家族を離れたのに家庭的な温かさを知っている。そしてあなたの周りにいる人々は裏表なくあなたに接する。それはあなたがそうだから。私の周りでは。気を使って心にもないお世辞を言う場面ばかりか？いつだって他人に合わせた自分、他人から見た自分を意識することしか考えていなかった。自分を作るのは自分だろ？他人の目なんて気にするな。私だってそう言い切りたい。だが現実は違う。しがらみや建前にとらわれた自分しか存在していない。他人だろうが自分だろうが同じ人間なんだから伝えれば響くはずだ。お前はそれを伝えることをしていないだけじゃないか。その勇気がない。だがあなたにはある。そして私には知識しかない。今日お前と話ができてよかった。バーチェ、もう一度ゆっくり考えてみるよ。待て。ここまで来たんだ。父に会っていくといい。父さんは元気なのか？伏せっていても気概は変わらない。それにずっと顔を見たがっていたからな。はあ、本当にさ、俺って幸せ者なんだよね。いきなり何を言う？家族に恵まれすぎなんだ。